皆さん、こんにちは。小林です。今日は日本語のリスニング練習です。レベルは N3 です。今日のテーマは工場での実習の経験です。工場で使われる言葉には教室では習わない表現がたくさんあります。わからない言葉や文法が出てきても最後まで聞いてください。動画の最後に今日出てきた文法をまとめて紹介します。今回は斉藤さんに話を聞きます。斉藤さんは専門学校の授業で3ヶ月愛知の工場で実習をしました。よろしくお願いします。斉藤です。少し緊張しています。大丈夫です。今日はうまくいった話だけじゃなくて失敗した話も聞きたいです。私も初めてのアルバイトでは失敗ばかりでした。そうなんですか。少し安心しました。では、工場に行くことになったきっかけから聞かせてください。はい。学校の実習先を選ぶとき、自動車の部品工場を選びました。父が車が好きで、小さい頃から工場に興味がありました。なるほど。お父さんの影響だったんですね。そうです。でも、実際に工場の中を見るのは初めてでした。実習が始まる前はどんなイメージを持っていましたか？機械が動いて、部品が自動でできていくイメージでした。でも、実際は、人の手で確認する作業がとても多かったです。それは想像と違っていましたね。はい。機械だけじゃなくて、人の目と手が必要なんだとわかりました。私も前にカフェでアルバイトしたとき、機械だけじゃ無理だと感じました。工場ではどんな部品を作っていたんですか？私がいたのは、車のブレーキの部品を作る工場でした。小さい部品でも、安全に直接関わるので、検査がとても厳しいです。ブレーキの部品なら、確かに一つの間違いが大きな問題になりますね。そうです。だから、実習の初日に、それを何度も言われました。初日のことを詳しく聞かせてください。わかりました。朝、工場の門の前に着いた時から話します。門の前で、班長が待っていました。班長は、まず安全について説明してくれました。工場の中では、必ずヘルメットをかぶることになっています。安全靴も、決められた場所でしか脱げないことになっています。最初に、そんなに細かいルールがあったんですね。はい。正直、最初は多すぎて覚えられないと思いました。私も新しい仕事を始めたとき、ルールが多すぎて頭が混乱しました。わかります。覚えることだけで、もう疲れていました。その後、どんな作業から始めたんですか？最初は、部品を見て、傷がないか確認する仕事でした。簡単そうに見えましたが、実際は全然簡単じゃありませんでした。どんなところが難しかったんですか？入ったばかりの頃は、良い部品と悪い部品の違いがよくわかりませんでした。見た目では、ほとんど同じに見えるものなんですか？そうです。先輩に見せてもらうと、すぐに違いがわかるのに、私にはわかりませんでした。経験がある人と新人では、見える世界が違うんですね。本当にそう思います。同じ部品を見ているのに、見えるものが違いました。慣れないうちに間違えてしまったことはありますか？
あります。実は、それが今日一番話したいことです。楽しみです。でも、その前に、もう少し最初の頃の話を聞きたいです。わかりました。最初の1週間は、ずっと先輩の後ろについていました。先輩の手の動きを見て、メモを取りました。メモを取るくらい必死だったんですね。はい。覚えないと、次の日に同じことを聞けないと思っていました。同じ質問を何度もするのは確かに気が引けますよね。そうです。だから、検査するたびに、頭の中で先輩の言葉を思い出していました。頭の中で何を確認していたんですか？部品の表面、径、それから色の3つを順番に見るように教えられました。3つも順番に見るのは最初は大変だったでしょう。本当に大変でした。一つ確認している間に、次のことを忘れてしまいました。一度に全部覚えるのは誰でも難しいと思います。その言葉、聞きたかったです。当時は、自分だけができないと思っていました。でも、慣れてくると、自然に順番がわかるようになるんですよね。そうです。2週目くらいから、少しずつ早く見られるようになりました。検査の数も少しずつ増えていったんですか？増えました。1日に確認する部品の数が、毎週増えました。数が増えるたびに、緊張も増えていきました。数が増えるのは嬉しいことなのに、不安にもなりますよね。そうなんです。任されることが増えるのは嬉しいけど、怖さもありました。私もアルバイトで仕事を増やされたとき、同じ気持ちになりました。工場の中の音や空気はどんな感じでしたか？機械の音が大きくて、最初は隣の人の声も聞こえにくかったです。みんな、口の形と手の動きで会話していました。言葉だけじゃなくて、体全体で伝え合っていたんですね。そうです。慣れるまで、何を言われているかわからないことも多かったです。そういう時はどうしていましたか？もう一度言ってもらうしかなかったです。何度も聞き返しました。聞き返すのも最初は勇気が必要ですよね。はい。でも、わからないまま作業する方が危ないと思いました。その判断は正しかったと思います。実習が始まって一番疲れた瞬間はいつでしたか1ヶ月目の終わりです。覚えることと体力の両方が限界でした。体力的にもきつい作業だったんですか？はい。立ったまま、同じ動きをずっと繰り返していました。立ったまま同じ動きを繰り返すのは想像以上に疲れそうです。夜は足がパンパンに張って、なかなか眠れませんでした。それでも次の日にはまた工場に行っていたんですね。はい。休めば終わりだと思っていました。その気持ちで毎日通っていたんですね。そうです。でも、2ヶ月目に入ると、体は少しずつ慣れてきました。体が慣れるに従って気持ちも変わりましたか？はい。体が慣れるに従って、周りをよく見る余裕が出てきました。余裕が出てきたから見える部分も増えたんですね。そうです。先輩たちの会話にも、少し参加できるようになりました。それは嬉しい変化ですね。嬉しかったです。でも、安心しすぎたのも、その頃でした。安心しすぎた
というのは少し気になる言い方ですね。実は、ここからが一番話したかった部分です。ぜひ聞かせてください。2ヶ月目の半ば、検査の担当を一人で任されるようになりました。一人で任されるのは、ようやく信頼された証拠ですね。そう思って、すごく嬉しかったです。でも、嬉しい気持ちと一緒に、油断もあったと思います。任された嬉しさが逆に注意力を下げてしまうこともありますよね。その日はいつもより部品の量が多くて、少し焦っていました。量が多いと確認のスピードも変えていたんですか？変えていました。早く終わらせたい気持ちが強かったです。速さを優先すると見落としが増えやすいですよね。本当にそうです。その日、一つの部品を確認せずに次に流してしまいました。それはどんな部品だったんですか？表面に小さいけど深い傷がある部品でした。一瞬見ただけでは傷がないように見えてしまうものでした。焦っていたから一瞬しか見なかったんですね。そうです。後で、その部品が問題になったと聞きました。それを聞いたとき、どんな気持ちになりましたか？体から血の気が引くような感じでした。私も前の仕事で大きな間違いをしたとき、同じ感覚になりました。小林さんも、そういう経験があるんですか？あります。お客さんの注文を確認しないまま間違えて出してしまったことがあります。その時、どうしましたか？すぐに先輩に報告して一緒にお客さんに謝りました。報告するのも勇気が必要だったと思います。本当にそうです。でも、隠す方がもっと怖いと気づきました。私も、その時、同じことを考えました。ここで少し視聴者の皆さんにも聞いてみたいことがあります。仕事やアルバイトで急いでいたために確認を怠ってしまったことはありますか？もしあれば、その時どうやって気づいたかコメントで教えてください。答えを書く前に続きを聞いてから書いても大丈夫です。私もコメントを後で見るのが楽しみです。では、続きを聞いていきましょう。斉藤さんはその後どうしましたか？すぐに班長のところに行って、自分から報告しました。自分から言いに行ったのは簡単なことじゃないですよね。怖かったです。でも、黒板の前の班長の顔を見たら、足が止まりませんでした。班長はどんな反応をしましたか？怒られると思っていましたが、班長はまず、よく報告してくれたと言いました。それは予想と違う反応でしたね。はい。その後、すぐにその部品を探して、もう一度確認することにしました。部品はまだ工場の中にあったんですか？幸い、次の工程の途中で見つかりました。外に出る前に見つかったのは本当に幸運でしたね。本当にそうです。班長と一緒に確認をやり直しました。やり直すとき、班長は何かアドバイスをしてくれましたか？はい。焦った時ほど、一度手を止めるようにと言われました。焦った時に止まるのは簡単そうで難しいことですね。本当にそうです。でも、その言葉を聞いてから少しずつできるようになりました。その部品は結局どうなったんですか？
もう一度検査して、傷があると確認できたので、不良品として処理しました。大きな問題になる前に止められたんですね。そうです。でも、もし見つからなかったらと考えると、今でも怖くなります。ブレーキの部品なら、車に乗る人の安全に直接関わりますよね。はい。だから、班長は、これは小さなミスじゃないと、はっきり言いました。その言葉は、厳しく聞こえたかもしれませんが、大切なことですね。同意します。あの時の言葉は、今でも覚えています。その経験の後、確認の仕方を何か変えましたか？はい。量が多い日でも、一つずつ確認することに決めました。スピードよりも確実さを選んだんですね。そうです。早くても間違えたら意味がないと気づきました。そのバランスを見つけられたのは大きな成長だと思います。ありがとうございます。あの失敗がなかったら気づけなかったと思います。失敗が結果的に成長のきっかけになったんですね。その後、班長はミスをした人を責める雰囲気を作らないようにしていました。それは報告しやすい雰囲気につながりますね。そうです。実際、その後も小さいミスを報告する人が増えたそうです。一人の経験が工場全体の雰囲気を変えたのかもしれませんね。そう言われると、少し誇らしい気持ちになります。その後、3ヶ月目はどんな様子でしたか？3ヶ月目には、検査だけじゃなく、簡単な組み立ても任されました。任される仕事の種類が増えたんですね。はい。組み立ては検査と違って、手順を間違えると、後で直しようがないこともあります。それは、検査よりも緊張する作業ですね。そうです。気をつけなくちゃと、毎朝心の中で言っていました。組み立ての作業は誰かと一緒にやるんですか？二人一組で、一人が組み立てて、もう一人が確認する形でした。二人で確認し合う仕組みだったんですね。そうです。一人の目だけより、二人で見た方が安全だと言われました。私の仕事でも最終確認は必ず二人でしていました。同じ考え方の仕事は、業種が違っても似ているんですね。パートナーと組んで作業するとき、難しかったことはありますか？速さが違うパートナーだと、ペースを合わせるのが大変でした。ペースを合わせるとき、どんな工夫をしましたか？速いパートナーの時は、声を出して確認のタイミングを合わせるようにしました。声を出すことで二人の動きが揃ったんですね。はい。最初は恥ずかしかったですが、慣れたら自然にできました。そういう小さな工夫が現場では大事なんですね。本当にそう思います。教科書には書いていないことが多かったです。工場の人たちとはどんな話をしていましたか？休憩時間には、お互いの出身地や趣味の話をよくしました。休憩時間が距離を近づける時間になっていたんですね。そうです。最初は怖かった先輩たちも、話してみると優しい人ばかりでした。見た目と話してからの印象が随分違ったんですね。はい。お客さんと話すときは、敬語にも気をつけていました。お客さんと話す機会も実習の中であったんですか？たまに、他の会社の人が見学に来たとき、案内する係を担当しております。
案内の係も任されていたんですね。はい。最初は緊張しましたが、丁寧な言葉を練習する良い機会でした。工場の見学ではどんな質問が多かったですか？検査の基準について聞かれることが多かったです。それに答えられるならもう新人じゃないですね。そう言われると少し成長を感じます。検査の基準は見学に来た人にどう説明していましたか？表面、形、色の順番で見ることを実際の部品を見せながら説明しました。自分が教わったことを今度は誰かに教える立場になったんですね。そう考えると不思議な気持ちになります。その経験は自信にもつながったんじゃないですか？確かに自信になりました。でも油断しないようにも気をつけています。最初の失敗をずっと忘れないようにしているんですね。はい。あの傷を見落とした部品の感触は今でも覚えています。体で覚えた感覚はなかなか忘れないものですよね。今でも似たような形の傷を見ると緊張します。似た傷を見たとき、すぐにそれだとわかりますか？表面の光り方が少し違うので、これは不良品に違いないとすぐに判断できます。あの経験が今の判断力につながっているんですね。そう思います。あの失敗がなかったら、今の私はいないと思います。3ヶ月の実習を終えて一番感じたことは何ですか？自分の作業が自分だけで終わらないということです。それはどういう意味ですか？一つの部品の検査が次の作業の人、最終的には車に乗る人につながっています。自分の小さな作業が見えない誰かを守っているんですね。そう気づいてから毎日の作業の意味が変わりました。私もお客さんに料理を出す仕事をしていたとき、同じことを感じました。どんな仕事でも見えないところでつながっているのかもしれませんね。本当にそう思います。実習を通してそれを実感できました。実習が終わった日はどんな気持ちでしたか？寂しさとほっとした気持ちが半分半分でした。班長や先輩たちとは最後に何か話しましたか？はい。班長から就職してもこの経験を忘れないでと言われました。その言葉はこれからの斉藤さんを支える言葉になりそうですね。そうなってほしいです。これからもその言葉を大ごとにしたいです。斉藤さん、今日は本当に貴重な話をありがとうございました。今日の話を聞いて皆さんはどんな印象を持ちましたか？答えを言う前に皆さんに聞きたいことがあります。今日の会話の中で知らなかった文法や表現があったらコメントに書いてください。では、今日出てきた文法をまとめて紹介します。一つ目は、ことになっているです。ヘルメットをかぶることになっていますのように使います。二つ目は、ばかりです。入ったばかりの頃のように何かをした直後を表します。三つ目は、うちにです。慣れないうちにのように、ある状態が続いている間を表します。四つ目は、たびにです。検査するたびにのように何かをするたびに起こることを表します。五つ目は、用がないです。直しようがないのように方法がないことを表します。六つ目は、直すです。やり直すのように
もう一度やることを表します。7つ目は、に従ってです。体が慣れるに従ってのように、変化と一緒に起こることを表します。8つ目は、ことにするです。確認することにしましたのように、自分で決めたことを表します。9つ目は、に違いないです。不良品に違いないのように、強い確信を表します。10番目は、ようにです。手を止めるようにと言われましたのように、目的やアドバイスを表します。11番目は、なくちゃです。気をつけなくちゃのように、少しカジュアルな義務を表します。12番目は、ておりますです。案内する係を担当しておりますのように、丁寧な言い方で使います。こういう文法は、教科書だけで覚えるより、物語の中で覚える方が忘れにくいと思います。試験まで、今日出てきた表現を使って、自分の文を作ってみてください。今日も最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。斉藤さんも、今日は本当にありがとうございました。他の動画もぜひ見てください。それでは、また次のエピソードで会いましょう。